こんにちは、さきです。今日は休みです。今、外を歩いています。めっちゃ寒いです。激寒です。今日は少しバタバタしています。これは信号です。横断歩道を渡ります。もう少しで赤信号になりそうだったので、少し急ぎました。風が強いです。ストーブをつけます。温度を上げます。温度を下げます。この食べ物は何だと思いますか？ファミマでアンパンを買いました。アンパンは中にあんこが入っているパンです。美味しいので食べてみてください。ちなみに日本ではファミリーマートのことをファミマと略します。お菓子を買います。マーブルチョコは日本で有名なお菓子です。スーパーの駄菓子コーナーで買えます。みりんを買います。みりんは日本料理に欠かせない調味料です。今日料理に使うので絶対最後まで見てください。今日の買い物の合計は1200円でした。どうやってお金を出せばいいでしょうか？1000円札1枚と100円玉が2つ必要です。昼ご飯を作ります。皆さん、豆腐で何を作ったらいいか迷ったことはないですか？私が美味しい食べ方を教えます。まず、揚げ豆腐を切ります。片栗粉をまぶして焼きます。カリカリになります。味付けをします。醤油、砂糖、みりんを同じ量入れます。フライパンに直接入れます。私本当にズボラなので直接入れちゃいます。次につまみ食いをします。マヨネーズをかけます。そしてつまみ食いをします。きゅうりを切ります。薄く切ります。塩を少し入れて5分くらい待ちます。水で少し洗ってからめんつゆ、ごま油を入れます。そして最後につまみ食いをしたら完成です。教科書で学ぶ全部の単語は大切です。でももっと大切な単語は日常会話の中にあります。次の私の話を聞いて新しい単語を学んでみてください。いただきます。うまっ。やっぱりこの味付けは美味しいです。皆さんもう2月ですよ。早すぎない？あっという間ですよね。私この1ヶ月すごい忙しかったんです。皆さんはどうでしたか？どんな1ヶ月を過ごしましたか？私最近悩みがあって、インスタント麺のチャパゲティを食べたくて仕方ないんです。
知ってますか？でも私の地元のスーパーで売ってなくて困ってます。Amazon で頼むとちょっと値段が高いんです。でも食べたいから何回も商品ページを眺めては閉じてます。ここ1週間チャパゲティのことで本当に頭がいっぱいです。ココアを飲みます。体がポカポカします。今朝の9時30分です。次のうち同じ意味になる言い方はどれですか？答えは9時半です。アニメを見ます。好きなアニメのシーズン2が始まったので、毎週見るのが楽しみです。本当にこれ面白い。雪かきをします。雪が重たいです。あと雪だるまを作りました。小さすぎる。もっと大きく作ればよかったです。もう夕方になりました。夕日が沈みそうです。今日は夜にお菓子を買いに行くことにしました。日本のお菓子に興味がある人はぜひ最後まで見てください。漢字を書きます。漢字というか、前の動画では好きな食べ物も募集していました。ラーメンやお好み焼きなどが多かったです。皆さんは何味のラーメンが好きですか？私の好きな食べ物はお寿司のトロサーモンです。質問なんですけど、皆さんは日本食をどのくらいの頻度で食べますか？日本食レストランとか行きますか？それとも自分で作ったりしますか？今日のコメント欄にはいつも通り好きな漢字を書いてください。それか好きなアーティストの名前でもいいです。日本のお菓子は多すぎて買うときに悩みますよね。おすすめを教えるので一緒に買い物に行きましょう。これはおすすめのグミです。コロロは食感が新しくて人気なんです。たくさんのチョコのお菓子の中にもおすすめがあります。このアルフォートを一回食べてみてください。これもめっちゃおすすめです。かわいい。クイズです。この2つを日本語で何と言いますか？まさに日常的に使う単語たちですよね。単語を見たときに一瞬で意味がわかる必要があります。ネイティブが毎日使う単語をこの動画にまとめたので、クリックして新しい単語を学んで友達との会話で実践してみてください。バイバイ。